三部比で散歩をしていると、じろじろ見られます。僕はわざとそしらぬ顔をしているけど、本当はとても嬉しくて、みんなが笑顔になるのを見るのが好きです。三部比のパパです。フレンチブルドッグを飼い始めて18年目、アラカン59歳です。今回はフレブルの魅力を目いっぱいお伝えしたいと思います。フレブルって見た目からして本当に愛らしいですよね。むっちりした体、プリプリのお尻、ちょっとガニ股の歩き方、そして鼻ペチャで作られた人間みたいなね顔、表情がね豊かでつい目が離せなくなります。そしてこの魅力は飼い主だけじゃなくてフレブルをね飼っていない人にも届いているようです。散歩しているとすれ違う人のほとんどがねこうバーッと笑顔になる、こんな犬ね他にいないんじゃないでしょうか。今日は僕が18年で見てきたフレブルが人を笑顔に変える瞬間をいくつかご紹介します。どうぞ最後までご覧ください。三部比を連れて散歩していると目立つので人の目が気になります。歩道や道端なんかで好き勝手に引っ張られちゃうと危ないのもあるんで、こっちは必死にねリードをこう持ってるんですけど、通りかかる車の人はそんなね三部比を見てパーッと顔がほころんだり、スピードをね緩めてニコ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 ね眺めたり、たまにね窓を開けて声をかけてくれる人もいます。一度あったのはすれ違う時に気づいた人がわざわざね戻ってきたことですね。で戻ってきたかと思ったら車を止めて「何歳ですか？男の子ですか？女の子ですか？」とかね質問をしてきてくれて答えてたんですけど、後ろにね車が並んじゃってプチ渋滞に、ね、なったことがありました。これは40代くらいのね女性でしたね。早朝の散歩ではウォーキングしている人たちが笑顔になってくれます。年配の方が多いんですけど、女性はね近寄ってきて撫でてくれます。それがね分かってるんで、ひまわりもね蘭丸もねこう飛びつきねするんでね、いつもそれをね抑えるのがね大変です。特にひまわりはおばちゃんにね愛想がいいんで、ひまちゃんひまちゃんって言われて人気者になってますね。あとおばちゃんたちからは「この犬は高いんだよね」とか「私も飼いたいけど年だからもう無理」とかね「頭いいんでしょこの犬」ってねいつも同じこと言われます。で男性おじちゃんたちはですね2つのタイプに分かれるんですけど、だいたいね少し離れてニコ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 してね見てるか、それか「おい元気か」とかねつってね口笛吹いてねちょっかい出す人、どっちかですね。で一人ね中年男性でねすごくねうちの三部比をね撫でてくれる人がいて、この人はね遠くからでも僕たち見かけるとね走ってきてくれてこう撫でて「ああ癒される、もう本当に可愛い」ってね言ってくれるんです。だけどね必ずいつもね「最高だよパグは」って言うんですよ。僕もね大人なのでねそれをなんかこう否定するのもね野暮なんで、いつもね
何も言わないで思う存分ね可愛がってもらってます。でこうやって可愛がっていただいていいんですけど、実はその中でねこれ笑顔とはちょっと話がそれるんですけど、僕が一つだけねなんか嫌っていうかなんか変な感情がね出る時があるんですよ。これ何かっていうとそうやって可愛がってくれる人、大体これね男性に多いんですけれど、うちの三部妃ねみんな顔をねベロベロ舐めるんですよね。鼻とか口とかね。で舐められた方のねおじちゃんもなんか嫌がらないんでそれはそれでねいいんですけど、飼い主として僕はね変な感情がね残るんですよね。これ同じように思ってる飼い主さんっているんじゃないかと思うんですけど、どうでしょう。でこれ何かっていうとね、僕の顔はねうちの三部妃ねベロベロ舐めないんですよ。で飼い主舐めないのになんで他の人たちのことはね舐めるんだろうなってね、なんかその複雑な感情って分かりますかね。うちのそばには小学校があったり、近くのね土手の上が中学校とか高校のね通学路になってるんで、子どもたちとね遭遇するってことがとても多いんですけど、子どものね反応はねフレブルを見てもねそれほど大したことはねないんですよね。小学生とか中学生はだいたいこうすれ違いざまにブルドッグパグってね聞こえよがしにね叫んできます。でそれを聞くとフレブルってなんか認知率まだ低いんだなってねなんか感じます。でやっぱりねパグってこうすごい浸透してるんだなっていうのもね同時に思いますね。子供の場合はフレブルをね家で飼ってる子とか、あと親戚とかねご近所でね飼ってる子っていうのはこれ男の子なんですけど、ニタ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 ね笑いながらねこう近寄ってくるっていう子がねすごい多いですね。撫で方もこう手慣れてますし、飛びつきとかねそういうのにもね慣れた感じがあります。でこれがねあんまりでも実はフレブルをね知らない場合、そういう子っていうのはねやっぱりね怖いみたいで遠巻きにね見てますね。近寄っては来ないです。そうですよね。口が大きいですし、ははははねベロ出しながらね正面からガーってね来られたりするとやっぱり怖くて逃げますよね。で一方で女の子の場合っていうのはどちらかというと関心はね薄いですね。やっぱりね可愛い系のチワワとかトイプーとかねポメラニアンとか、こっちがやっぱり女の子としてはいいんでしょうね。それが普通ですよね。だから通学路とかでねすれ違う時っていうのはうちの三部妃をね避けるようにね道の端っこをね歩いていきますね、女の子は。だから子供たちの場合は正直なねリアクションなんですよね、きっと。そう考えるとこう年齢とともにいろんなものを見たり聞いたりして知識もね身につきますし、あと美的感覚っていうのも養われていって、フレブルのね魅力ってねその美的感覚養われて初めてブサカワだとかねそういうのに気づくんじゃないでしょうかね。僕もね自分の子供の頃を振り返ると、その頃にはまだねフレブルって存在がね、身近にはもちろんなかったですし、テレビの中とかではブルドッグはいましたね。アメリカのねアニメだったり、あとアクション大魔王にもねブルドッグ出てましたよね。ただ悪いものだったりこう怖い存在っていうのがブルドッグのね描かれ方でしたよね。そういうのはね見てました。だとしたらいつから僕はねハナペチャ犬フレブルをね好きになったんでしょうね。
いつの間にかやっぱり大人になってからですよね。僕が出会ったのは40代なってから飼い始めましたし、でも本当はねもっと早く20代ぐらいの時にね出会っていたかったです。そうすればもっとね長く一緒にいれましたしね。フレブルがその地域にどれくらい飼われているかにもよるんでしょうけど、うちのね周りにはほとんどいません。だから余計にね目立つので、散歩をしていると本当にねいい意味でじろじろ見られます。僕はその視線にね気づいてるんですけど、わざとそしらぬ顔をしてます。どんな顔していいかね分かんないんで。でも内心はねとても嬉しいっていうのが本音です。そしてみんなが笑ってくれている、それをねちらっと見るのがねとても好きなんです。皆さんもフレブルの魅力について、また周りの人とのエピソードなどがねありましたら、ぜひコメント欄で聞かせてください。また少しでもこの動画を面白いと感じていただけましたら、チャンネル登録やいいねをしていただけますととても励みになります。それではまた次回お会いしましょう。さよなら。